DJ で、作曲家、音楽ライター、プロデューサーの大塚弘子です。DJ は約25年、ぐらいやっていまして、音楽、新聞、音楽メディアやオーディオメディアでの執筆や、あと、そうですね、企業イベントの音楽プロデュースや、あとは自分のレーベルを主催していまして、ディレクションプロデュース、あとはラジオでの企画、などをしております。ハンディトラックスはコルグさんから初めてのレコードプレーヤーということで、電子楽器メーカーさんのコルグさんが、なぜレコードプレーヤーかというと、その名前からも分かるように音楽を聴くだけでなく、自分でプレイするっていうような、イメージがそこから感じられると思うんですけれども、このプレイヤーの元になっているのがベスタックス社のハンディトラックス、スペルは違うんですが同じ名前なんですけれども、まさにそのベスタックス社の製品からインスパイアされているということなんですが、すでに今年の2月に発売されて、もうとても好評で入荷待ちになっているハンディトラックスプレイがあるんですが、その、次に展開されているのがこのハンディトラックスチューブで、全部でハンディトラックスは3種類、このチューブとさらにもう、上位機種のハンディトラックス1ビットっていう、3種類の展開があります。で今日は私もすごく楽しみにしていたオーディオファン向けの、プレイヤーハンディトラックスチューブのお話をしていきたいと思います。はい、そうですね、オーディオにこだわってるっていうことで、クラシックな感じの雰囲気も、あるんだろうなと思いながらも、実際ってそれって生活になかなか溶け込めづらいタイプのものも、あるかなと思う中で、このハンディトラックスチューブはもうすごく生活に溶け込みつつもちょっと今っぽいミニマルなデザインで、すごく存在感もあるし、すごくちょうどいいところのデザインだなと思いました。あとやっぱりポータブルっていうことだとすごく本当に生活の中に入り込むためのものっていうイメージがあるんですけど、このなんて言うんでしょう、取っ手の部分ですかね、手前にある取っ手の部分とかはそこもすごく実際扱いやすい。私がこれを使いながら思ったのが、私はそのノートパソコンで執筆をしたりとかいろいろ企画関係やりながら仕事をすることも多いんですけれども、ノートパソコンだとやっぱり、家のどこでもいろんなところで置いて気分変えながら仕事する、皆さんそういう方も多いかと思うんですけど、それと一緒にこの子を連れていけるっていうのがすごくよくって、その時ってやっぱ自分のノートパソコンの隣にこれを置くとすると、ちょっとしたこの移動が必要になってくる時に、ここの取っ手のところをちょっと引っ張ったりするだけで近く寄せてくれるとか、ちょっと話してくれるとか、しかもそれをレコードをかけながらそれができて張り飛びしないっていうのがすごく感動的でした。コンパクトな見た目からはすごく想像できないくらいプラッターすごく安定していて、アルミダイキャスト製のものを使ってるんですけど、そこも実際自分も組み立ててみたんですが、そこベルト式なんですよね。でそこも実際これは組み立ての部分から私もベルトをプラッターにつけてここにはめていくっていう作業をしたんですけど、やっぱりそこの地点から、自分が関わっていく、そのレコードをプレイすることに関わっていくっていう意識がすごくあって、私はとても楽しかったんですね。でこのベルト式、やっぱりリスニングとしてはすごく大事だなと思うのが、やっぱりそのポータブルだけどそのノイズをしっかりベルトで抑えているっていうところはやっぱりすごく理にかなったやり方をしているし、それがすごくハードルなく自分で見ながら取り付けられるっていうのはすごくいい経験だなと思います。ハイエンドの方に行く前のやっぱり
レコードの構造を自分で分かっておくというのはすごくいい経験だと私は思います。あとそのレコードマットの質もすごくいいですよね。実際レコードを置くときに分かるかと思うんですけど、すごくなんとか密着させてくれるというか、このゴムマップの質もすごく多分考えられたものなのかなと私は思いました。そうですね。しっかりとレコードに乗る感じがあって、最初からすごくいい印象でした。ポータブルでこの感覚って今まで体験したことがなかったので、なんかすごいしっかりレコードに乗ってくれる。そしてあと張り飛びが全然なかったのはやっぱり驚きですね。もちろん鎮圧調整ができるっていうところはそうですね、アンチスケーティングはないんですけれども、でもしっかり自分のちょっと強めにかけたいなっていうところの鎮圧調整が自分でできる。でもちろん最大のポイントかと思うんですけれども、自公さんの針がついていて、MM のカートリッジの付け替えもできるっていうことは本当に画期的かなと思いました。でやっぱりすごくそこの内周の部分の角度がすごいやっぱり工夫されてるなと思ったんですが、やっぱり内周のところにこの歪みとかも全然感じられなくて、こんなポータブルは本当に多分皆さんも初めての経験だと思うので、ぜひ針を乗せてほしいなっていう感じだったんですけれども、そうですね、実際トーンアームのところの重さはやっぱりちょっと通常のものより軽いなっていう感じがあって、レコードに針を落とすときは私もちょっと雑な方なのでパンパン落としちゃうんですけども、やっぱりちょっとずつ力の入れ具合は優しくゆっくりしなきゃいけないなっていうところもあったんですけれども、それにしてもカートリッジが変えられたりとかっていうところもあるので、すごく自分好みに使いやすいなっていう印象がありました。やっぱり違いました。私はジャズを聴くことが多いんですけども、ちゃんとソロの部分がしっかり際立って聞こえるっていうのはポータブルで初めての体験だったので、やっぱり音が違うっていうのはこのスピーカーから分かりました。であとそうですね、ちょっと聞きながら思ったんですけど、なんでしょう、今ってすごく高音質でくっきり細部まで聞けるよみたいなシステムも実際ある中で、やっぱりそれに耳がいっちゃうとちょっと疲れるっていう時があるんですよね。でそういう時に本当に自然の音の中でレコードの音が交わって聞こえるっていう空間は私の中でちょっと心地よくて、生活音とともにある音楽っていうのがここのスピーカーから出る。でしかもそのレコードの音のやっぱり美味しいところをしっかり際立たせてくれるっていう印象があったので、すごくいい印象がありました。やっぱり音の部分では最大の特徴だと思うこの YouTube ですね。真空管が入っているっていう部分で、もう本当にこの小さな台の中にその真空管を入れたことでやっぱ音が全然違うなというか、その倍音がちゃんと出ているし、細かなニュアンスもある。なんですけど実際それだけだと面白みに欠けるっていう体験はいろいろ私もしてきたので、そういう意味ですごく現代的な音にもぴったり合うっていうのが実際体験としてあって、そうですね、私も使いながらノートパソコンと、あとはヘッドホンをつけて聞きながら仕事をしてたりしたんですけど、ヘッドホンで聞くとすごく音良かったです。でしかもなんでしょうね、低音の部分とのバランスがいいんでしょうか、すごくちょっとグルーヴ感が感じられるような感じ、この後またちょっとレコードを紹介したいんですけど、グルーヴ感が出てる感じがあって、音がもうスピーカーだともうすごい良かったっていうのが印象です。あとトーンコントロールのところも自分で調整ができるのはすごく魅力的だなと思いました。ミキサーがない分やっぱり調整の部分っていうのはDJ にとって本当に
日常的な所作というかちょっとここが欲しい、ちょっとここが抑えたいっていうのは私もすごく変えるタイプなんですけども、これを聞きながらすぐ調整できるっていうのはすごく魅力的だなと思います。でそのかけ方も結構自然なんですよね。すごく極端ではなくて自然な感じで調整がどんどんできるのでそれもすごくリスニング的にはすごく優しいというでしょうか、そういう印象があって良かったです。はい、ギル・スコット・ヘロンのピース・オブ・ア・マン、1971年のレコードをチョイスしてみました。そうですね、ボーカル作品でもあり、そうですね、レアグルーヴというジャンルでも知られているレコードなんですけれども、そうですね、すごくLP の音がねすごくよく出てました。あとボーカルの出方もどんな風に聞こえるかなと思ったんですけど、すごくナチュラルにそうですね、そのボーカルだけが強調されすぎずにすごく楽器と溶け合ってたのがすごくよくて、であとやっぱりそうですねグルーヴがある曲が結構入っていてそれも好きなんですけども、そのドラムとベースの音の出方っていうのがすごく楽しかったので、これポータブルでこの躍動感が出るのってすごいなっていうことで、この1枚選びました。もう一つは1900、これも70年代のレコードですけれども、マイルス・デイビスのGet Up With It の2枚組のアルバムなんですけれども、この時代のマイルスもうなんて言うんでしょうね、もう空気感でもうどんどん演奏していくっていう感じで、ソロとかもすごく曖昧な中でこう展開していくこれは作品なんですけれども、この中でよくかけるのがマイシャっていう曲、私好きでかけるんですが、そうですね、ここで聞いたことがなかったギターソロが聞こえたっていう発見がこれであって、これなかなかすごいプレイヤーだぞと思いました。すごくその揺らぎがある雰囲気の中で楽器がどんどんこう重なり合っていくんですけれども、細かな楽器のニュアンスがしっかり出ていて、でそれ、最初はヘッドホンで聞いてたんですけど、普通のスピーカーでどうかなと思って聞いたんですけど、その重なりが全然ブレなかったんですよね。こっちのスピーカーでもどの楽器がどこから出てるのかっていう、ちょっと定位までも見えなそうなっていうぐらいのレベルまでちょっとあったので、やっぱりこういう、楽器を聴くならばこのオーディオの、リスニングプレイヤーすごくいいなと思いました。そうですね、あとは最近のレコード、きっとこのギル・スコット・ヘロンの感覚から多分今の音質でのジャズっていうのは絶対合うだろうと思って、そうですね、これは2021年のマカヤ・マクレイブンドラマーの作品、これはブルーノートの作品で、ブルーノートの再解釈をしたアルバムなんですけれども、これすごい良かったですね。結構現代的な音にしてはちょっと歪みを持たせたりとか、そういうポストプロダクションをうまくやってる作品なんですけれども、そこの音のコントロールをすごいしっかりしてくれた感じがしました。その歪みとかもプレイヤーとかそのシステムによっては歪みがすごく出過ぎちゃうってちょっとノイジーに聞こえちゃうことが結構あって、これ難しいなと思った LP だったんですけど、うまく低音をがっつり安定させて鳴らしてくれて、その上の楽器の出方っていうのをやっぱりバランスよく配置してくれてるので、やっぱりこの YouTube すごいなと思いました。ちょっとついでになんですけど、これ本当に最新作の2025年ちょうどフィンランドから届いた最新レコードなんですけど、ギタリストの、ローリー・カリオっていうすごい若いプレイヤーでフィンランド産のジャズなんですけども、本当に最新の音でもちょっとアンビエントな感覚もあるジャズなんですが、これで聴いてもずっと最初から最後まで入り込んで聴けたので、こういう体験もすごくいいなと思いました。
そうですね、このプレイヤー本当に場所を選ばないっていうのは最大の特徴だと思うんですけども、私、今2人子供がいるんですが、もう本当に日常はなんて言うんでしょうね、部屋もぐちゃぐちゃだし、もう子供が帰ったらもうご飯作んなきゃいけないし、片付けはみんなしないしみたいな、本当にもうごちゃごちゃの生活空間にいるんですけども、そんな中でやっぱりね、レコードを聴くことっていうのをどうやって自分のその場所を確保するかっていうのはずっと課題だったんですね。いい音を聞こうとするとそれなりのスペースがいるし、やっぱりスイートポイントを見つけなきゃいけないとかってなると、もうそこに固定されなきゃいけない。そうなってくるともう何もできないんですよね。でそれだとどんどんレコードから遠くなってしまうなっていうふうに思った時期もあったんですけど、そういう意味で本当にもうダイニングのテーブルとかご飯食べるテーブルにでもポンって置けて、すぐ自分の買ったレコードをすぐ聴けるっていうのは本当に幸せなことだなと思いました。でこの間もお友達が赤ちゃんが生まれたって言って、お家に遊びに行って、産後のお母さんってご飯がすごくたくさん必要なので作ったご飯持って行ってお話ししたりとかしてたんですけど、その時にやっぱ彼女もレコードが好きなお友達なので音楽どうやってお家で聴いてんのとかって話してたんですが、やっぱりちょっとなかなかレコード持ってこれてないんだよねダイニングにとかって言って、でやっぱり携帯から Bluetooth で聴いてるって言ったんですけど、こういう時にこれがあったら本当に子供をずっとここにお友達ベビーベッド近くに置いてずっと赤ちゃんと一緒にいたんですけど、そういう時に一緒の場所でこうやって同じ場所でレコードをかけるってことができるし、しかも音がめちゃくちゃちゃんと分かるっていうプレイヤーが一つあるだけで、多分彼女のはすごく産後元気になるんじゃないかなってすごく想像しちゃったものなんですよね。あとは、地方でよく私も DJ をしてたんですけど、地方の方ってやっぱりすごくアウトドアすごく好まれてやっているので、やっぱりお家も広かったりお庭があったりとかしてるレコード好きの人をよく見てきたので、そういう方のお家でこのプレイヤー一つあってみんなで集まってレコード持ってきてちょっとバーベキューとかしながらレコードの話ができるっていうようなイメージはすごくイメージできました。はい、あとそうだもう一つ、私はさっきも言ったんかなノートパソコンを使いながら仕事をするときにUSB 一本で、つなげて録音ができるっていう機能はかなり良かったです。私もミックスを作ったりとかレーベルの曲作りのために、インスピレーションをレコードからもらうことがあるんですけど、このレコードのこの部分欲しいっていうことがやっぱり聞いてるとあるんですね。なんですけどやっぱりその録音に関してすごく面倒くさいなっていう感覚が一個でもあるとすぐ忘れてってしまうっていうことが今までずっとあったんですが、きっとこのプレイヤーを聞いてノートパソコンにすぐつなげる状態であれば、きっとふっと降りてきたインスピレーションがその場で取れるっていう行動にすぐつながると思って、これは絶対に必要だなとぐらい思うものに出会いました。で自分の耳とか感覚を確認するためのプレイヤーかなと思います。そうですね。多分最初私もちょっとなんとなく遊び感覚で使えるかなっていうようなイメージをポータブルプレイヤーに持ってたんですけども、意外とそうじゃなくてこれ仕事になるぞっていう感覚があったんですね。あとは自分の気づきをしっかりアウトプットできるものだなと思うとやっぱり最初の話に戻りますけど、最初のコンセプトとしっかり合っていて、聞くだけじゃなくてそれを自分の力でプレイしたりアウトプットできるものっていう意味では本当にそのコンセプトにしっかり忠実にできているプレイヤーなんだなと思いました。最近よく思うんですけど、なんでしょう
実際子供が生まれたりして毎日の生活にこう翻弄されていると、やっぱりインスピレーションって特別なところに行ったりとか、どこか特別な体験をするまで待っていたら何もできないんだなっていうことがすごくよく分かってきたんですが、そういう意味で言うと、そうですね、クリエイターの方もそうだと思うんですけど、その気づきとかインスピレーションってやっぱ毎日の生活から生まれることなのかなと私は最近思ってるんですね。で、その毎日の生活の中でいかにそのインプット、それを自分の気づきだなと思ってそれを自分で意識して取り込んでいくかっていうのはやっぱり経験だし、慣れが必要だし、それをさっとできる何か環境もやっぱり必要かなと思ってます。で、そういう意味で自分がレコードとか音楽を聴いた時に何かこれ自分が気づいた部分かなと思ったことがあったら、それをすぐに取り込んでアウトプットできるっていうのはすごく大事なことかなと思います。そういう意味では自分の日常の中から気づきをもらえる、そういうものっていうのはやっぱり自分でもすごく、このプレイヤーにしても何にしても大事にしていきたいなと私は思っています。